皆さんこんにちは。今日の動画は全国にいるすべてのお騒がせ高専生、そして高専からの進路どうしようかなってリアルに悩んでいる学生の皆様、保護者の皆様、そして技術教育に興味があるすべての方々に向けてめちゃくちゃ濃い内容をお届けします。MC のケンジです。こんにちは、アシスタントのみさきです。今回のテーマはズバリ、豊橋技術科学大学と長岡技術科学大学、いわゆる両技科大における高専生向けの第3年次編入学制度とその後の教育、そして進路状況についての詳細な調査分析です。ついに来たね。技科大といえば僕たち高専生にとっては馴染み深い名前だけど、一般の4年生大学と何が違うのか、そしてぶっちゃけどれくらい入りやすくて入った後にどんな生活が待っているのか、意外とベールに包まれている部分も多いよね。今回はマスメディアが絶対に報道しない真実と銘打って、ものすごくディープなデータまで踏み込んでいくんだって。そうなんです。今回ベースにするのは両大学の最新の募集要項や合格体験記、さらには大学改革支援学位授与機構による公式の評価書に至るまで多様性の高い1ソースを集めて分析した信頼性の高い調査分析報告書です。ネットの掲示板に転がっているような曖昧な噂レベルの話ではなく、徹底的に数字と事実に基づいて解説していきますよ。それは頼もしい。僕も高専の友達から技科大ってめちゃくちゃいいらしいぞって聞くけど、具体的な推薦入試の裏側とか学力試験の過酷さ、それから実務訓練っていう名の長期インターヒップのリアルな違いなんかはよく知らなかったんだよね。今日の解説を聞けば技科大進学の全てがクリアになるわけだ。その通りです。ただの生徒紹介にとどまらず、受験生が一番知りたい、どうすれば合格できるのか、豊橋と長岡で何が違うのか、就職や進学のリアルな実績どうなのかまで20個のトピックに分けて徹底的にお話ししていきます。画面には分かりやすいスライドや具体的な数値をどんどん出していきますので、ぜひ最後までじっくりとご覧くださいね。よし、テンポよく、でも中身は超濃厚にいこう。視聴者様にとってもこれ一本で技科大受験のバイブルになるような、そんな動画を目指して解説していくよ。みさきちゃん、まずはこの複雑な両大学の全体像をざっくりとまとめて教えてくれる？はい、かしこまりました。まずは今回紹介する膨大な分析報告書の核心となる部分をエグゼクティブサマリーとしていくつかの大きなポイントに絞ってご紹介します。これを聞くだけでも両大学がいかに特殊でかつ魅力的な選択肢であるかが一目でわかりますよ。まずはダイジェストだね。心の準備をしておくからガツンと驚かせてよ。まず最初の大きな発見は、技科大の人気が今爆発的に高まっているという事実です。豊橋技術科学大学の令和8年度、令和6年度実施の最新入学者選抜状況を見ると、なんと総志願者数が884名にまで急増しているんです。数年前の令和3年度が495名、令和2年度が508名だったことを考えると、ここ数年で志願者数が 1.7 倍以上に跳ね上がっているんです。ちょっと待って、そんなに増えてるの？高専生の総数はそんなに変わっていないはずなのに、技科大への志望者がそんなに激増しているなんて、一体何が起きているんだ？それだけ高専生の間で技科大が持つ教育の一貫性や圧倒的な就職力が再評価されているということですね。そして2つ目のポイントは、一般の4年生大学への編入とは本質的に異なる高専接続型カリキュラムの存在です。これは欠員補充のための編入ではなく、高専5年間の学びの上に大学の2年間、さらに大学院の2年間をシームレスに乗せるという、初めから高専生を受け入れるために設計された究極のカリキュラムなんです。なるほど、おまけの編入じゃなくて主役としての編入なんだね。それは高専生にとってはめちゃくちゃ安心感がある。そして最初の3つ目の発見は、見えざる難易度の上昇です。表向きの倍率は2倍から3倍程度に見えるのですが、実は東京大学、京都大学、大阪大学といった旧帝国大学を本命とする全国の超優秀な高専生たちが確実な合格先として両技科大を併願しているんです。そのため実際の受験者層のレベルは数字以上に高く、学力試験の合格ラインがかなり引き上げられているという実態があります。そっか。旧帝大を狙う化け物みたいな奴らが滑り止めで受けてくるってことか。それは普通の学力層からしたら油断してたら一瞬で蹴落とされるね。まさに。そして4つ目は学科設置の不均衡による非対称性です。実は長岡技術科学大学には建築系の専攻がありません。その結果、全国の建築学科に所属する高専生が豊橋技術科学大学の建築都市システム学科へに一極集中しているんです。この影響で豊橋の建築都市システム学科への難易度が他の課程に比べて非常に厳格化しているという構造的な偏りが見られます。なるほど。やりたい専門分野によって受験する大学の競争率や難易度がガラッと変わるわけだね。これは知っておかないと致命傷になりかねない情報だ。
最後に5つ目は、両大学のアイデンティティともいえる長期インターンシップ制度実務訓練の違いです。豊橋は全員必修で約2ヶ月間の短期集中型、長岡は修士進学予定者を対象とした約5ヶ月間の超長期型という全く異なるアプローチをとっています。これが卒業後の進路や研究テーマの設定にどう影響するのかも非常に興味深い結果が出ています。へえ、2ヶ月と5ヶ月じゃ生活も学びの深さも全然違うじゃん。これだけでもどっちの大学を選ぶべきか分かり道になりそうだね。よし、サマリーだけでお腹いっぱいになりそうだけど、ここから各論として一つ一つもっとディープに解説していってもらおうかな。さあ、まずは基礎知識として豊橋技術科学大学と長岡技術科学大学という2つの大学がそもそもどうして作られたのか、その設立の理念と制度的な背景から教えてほしいな。僕たち高専生にとって一般の大学への編入と何がどう違うのかが知りたいんだよね。素晴らしい着眼点ですね。実はそこが一番の出発点です。豊橋技術科学大学の第3年次学生募集要項にも明記されているように、両大学は高等専門学校における教育の成果を基礎として、さらに実践的かつ創造的な能力を育成し、高度な技術科学研究者指導者を養成することを一貫した目的として設立されました。ふめふめ。一般の4年生大学でも編入試験ってあるじゃない？あれと何が違うの？一般の4年生大学における第3年次編入というのは、その多くが退学者等による欠員の補充や多様なバックグラウンドを持つ学生を少しだけ混ぜるといった脇役的な位置づけであることが多いんです。ため、編入後に高専で習ったことと大学の講義の内容にギャップがありすぎて、単位転換や授業についていくのが大変という問題がよく発生します。ああ、それは先輩からも聞いたことある。一般大に編入したら高専の時にやった専門科目が全然単位認定されなくて、3年生なのに1年生の授業を一緒に受けさせられたとか、それってめちゃくちゃストレスだよね。そうなんです。しかし両技術科学大学は違います。豊橋長岡ともにそもそも高専5年間の修了生を主たる対象として受け入れるように最初から制度設計されているんです。つまり高専のカリキュラムと大学の3、4年時のカリキュラムがジグソーパズルのように完璧に噛み合うように作られています。なるほど。最初からドッキングすることを前提に設計されたおやきとコキみたいな関係なんだね。わかりやすい例えですね。まさにその通りです。ため高専で培った実践的なものづくりの技術や実験のスキルを少しも無駄にすることなく、そのまま大学での高度な研究開発へとスムーズに移行させることができます。この有機的な連続性こそが両大学の持つ最大の特徴であり、他大学には真似できない強みなんです。それは安心だな。高専で5年間必死に専門科目のレポートや実験に追われてきた僕たちの努力がそのまま 100% 評価されて、さらに引き上げてもらえる場所なんだね。制度的にも高専生な主役になれる唯一無二の国立大学なんだ。まさに高専生のために用意された最高峰のプラットフォームと言えますね。この理念を理解しておくと、後ほど説明する選抜プロセスやカリキュラムの意味がより深く納得できるようになりますよ。よし、理念はバッチリ理解したよ。次は具体的な話として、豊橋技術科学大学の入学資格について見ていこう。どんな人が豊橋技科大に編入できるのか、実はかなり広い枠組みが用意されているって本当？はい、本当です。豊橋技術科学大学の第3年次学生募集要項を紐解くと、その門戸の広さに驚かされます。もちろん中心となるのは国内の高専、ただし商専学科を除くを卒業または卒業見込みのものですが、それ以外にも多様なルートが設定されているんですよ。へえ、例えばどんなルートがあるの？まずは国立高専教育国際標準 KIS 高専インターナショナルスタンダードを満たす国外の高専を卒業したまたは卒業見込みのものですね。高専教育は今海外、特にアジア地域で高専として非常に高く評価されていて、マレーシアやモンゴルなどにも高専が作られています。そうした海外の高専出身者もスムーズに受け入れる体制があるんです。すごい。高専教育のグローバル化がそのまま豊橋技科大の入学資格にも反映されているんだ。さらに一般的の短期大学の卒業生や一般の4年生大学で2年以上在学し65単位以上を習得したもの、また専門学校の専門課程を修了したものなども対象になっています。そして令和9年度の入学者選抜からはモンゴル国の高等専門学校卒業見込み者を対象とした推薦入試枠を新設することが豊橋技術科学大学の入試区分の変更について予告で公表されています。モンゴル高専からの推薦入試枠、それはめちゃくちゃ先進的だね。キャンパスの中にモンゴルからの優秀な留学生が日常的にいる環境になるわけか。そうなんです。もともと留学生の比率が高い大学ですが、これでさらに国際色豊かなキャンパスになりそうですね。
編入資格の多様さは単に高専生の受け皿にとどまらず、国外から意欲ある技術家の玉を広く集めるという豊橋技科大の強い姿勢の表れなんです。今、豊橋技術科学大学の入学資格の広さにびっくりしたんだけど、他にも特徴的な制度があるんでしょ？特にもう働いている人向けとか、特定の高専向けとか。よくぞ聞いてくれました。豊橋技術科学大学の大きな特徴の一つが社会人編入選抜の導入です。これは高専や短期大学を卒業した後、企業などにおいて2年以上正社員などの職員として勤務した経験があり、優れた勤務成績を持っている人を対象としています。2年以上働いている人か。でも会社を辞めて大学に入り直すのって経済的にもキャリア的にもすごく勇気がいるよね。それがこの制度のすごいところは、在職のまま就学できる機会を提供しているという点なんです。会社に所属したまま大学で高度な技術科学を学び研究を行うことができる。社会に出てからもっと理論を学びたい、新しい分野の研究をしたいと思った技術者にとって、これ以上ない救済措置なんです。在職のまま学べるのは素晴らしい。企業にとっても社員が働きながら最新の技術や研究を大学で学びてくれるのは大きなメリットだね。そしてもう一つ、受験生にとって超ウルトラ神制度といえるのが先端融合テクノロジー連携教育プログラム特別選抜制度です。先端融合テクノロジー連携、なんか名前からしてすごそうだけど、一体どんな制度なの？これは特定の連携高専である富山、長野、岐阜、沼津、鈴鹿、奈良の各高専の専攻科に在籍する学生を対象とした特別な推薦選抜制度なんです。この選抜を突破すると、なんと検定料が免除になり、入学料が半額免除になり、さらに3年時の授業料が半額免除になるという手厚すぎる経済支援が約束されるんです。検定料ただ、入学料半分、授業料を半分。それ実質的に特待生じゃん。めちゃくちゃ太っ腹だね、豊橋技科大。まさにそうなんです。豊橋技術科学大学の先端融合テクノロジー連携教育プログラム募集要項にしっかりと書かれています。これら連携高専の専攻科にいる学生にとっては、経済的な負担を劇的に減らしながら、豊橋技科大の3年生または大学院へと進学できる最高のチャンスなんですよ。対象の高専にいる人は絶対に知っておくべき制度ですね。豊橋の制度がめちゃくちゃ手厚いことはよくわかった。じゃあもう一つの U である長岡技術科学大学の入学資格はどうなっているの？長岡ならではのちょっと尖った制度とかもあるのかな？もちろんありますよ。長岡技術科学大学も通常の高専卒業見込証を対象とする推薦や一般選抜、そして社会人選抜、外国人留学生選抜などを幅広く展開しています。長岡技術科学大学の学生募集要項学部3年を見ると、長岡独自の極めてユニークな取り組みが目立ちます。長岡独自の取り組みって何？一番の特徴は5年一貫制博士課程である技術科学イノベーション専攻への第3年次編入学枠を設けている点です。5年一貫制博士課程？3年時に編入して、そこから一気に博士号まで5年間で駆け抜けるってこと？その通りです。通常は学部2年、修士2年、博士3年の計7年かかりますが、この技術科学イノベーション専攻は学部3年時から博士号期課程までを一貫した5年間の教育プログラムとして再構成しているんです。これにより早い段階から自分は高度な研究を極めてイノベーションを起こす技術者になるんだという強い志を持つ優秀な学生を早い段階から囲い込むことができるんです。なるほど。普通のルートよりも効率的にかつ深く研究に没頭できるんだね。高専生の中にはもう5年の段階で俺は一生研究室にこもって新しい素材を開発したいみたいな研究の鬼がいるから、そういう人には最高のルートだ。そうですね。さらに長岡でも高等専門学校の専攻科との連携教育プログラム特別選抜が実施されていて、志望調書や学習計画書、推薦書を用いた徹底的な書類審査によって合否を決定しています。長岡は高専の専攻科からの編入や大学院進学を見据えた制度設計が非常に精緻に組み立てられている印象がありますね。ここまで両大学の入学資格を見てきたけど、そもそも高専生って全体派としてどんな特徴や属性があるんだろう。その属性と技科大の制度がどうマッチしているのか、全体像を整理してみたい。そうですね。そこを分析すると、なぜ両技科大がこれほど高専生に愛されているのかがよくわかります。高専の一般的な属性として、サレジオ工業高等専門学校について解説した高専専門塾の分析記事などを参考にすると、おおむね次のような特徴があります。ふむふめ、僕たちのリアルな生態系だね。まず高専の1学年あたりの在籍者数は各校おおむね130名から180名弱と比較的少人数でアットホームな規模感です。
そして卒業生の進路構成比は全国平均でおおむね就職が6割、進学が3割という割合を示すことが多いんです。ああ、確かに。僕のクラスでも半分以上は推薦とかでサクッと大手企業に就職していくし、残りの3、4割くらいが大学編入か専攻か進学を選ぶ感じだ。まさにその比率通りだね。そして男女比はだいたい男性8割、女性2割といういわゆる理系、工学系の典型的な構成になっています。男だらけのむさ苦しいキャンパスライフは高専生のお約束だからね。このような高専生の属性、つまり実践的な技術を身につけていて就職意欲も高いけれど、さらに高度な研究に進みたいという意欲的な3割の進学希望者がいる。しかし一般大学の編入制度は枠が少なくて不安だし、勉強の継続性が心配というニーズに対して、両技術科学大学の入学制度は 100% の最適化を施しているんです。そっか、進学を希望するあの3割の高専生にとって、自分のこれまでの学びをそのまま受け止めてくれて、かつ男子率が高くて気兼ねない技科大は心理的にも制度的にもめちゃくちゃ敷居が低くて魅力的なユートピアに見えるわけだ。その通りです。高専生の気質やカリキュラムの深度を完全に理解し尽くしているからこそ、この親和性が生まれるんですね。さあ、ここからは受験生が一番気になる具体的な選抜プロセスに突入しよう。まずは一番多くの人が狙うであろう豊橋技術科学大学の推薦入試の仕組みから教えて。やっぱり推薦をもらうには高専での成績がめちゃくちゃ良くないとダメなの？豊橋技術科学大学の推薦入試は非常に厳格でありながら、ある意味で高専側の判断を尊重するユニークな仕組みになっています。出願資格としては、豊橋の第3年次学生募集要項によると、在籍中の成績が上位に属し、人物及び学力が優秀で、出身学校学長が責任を持って推薦でき、合格した場合は入学を確約できることとなっています。成績が上位に属しって具体的に何%以内とか席次が何位以内とか決まってないの？実はそこが面白いポイントなんです。豊橋技術科学大学は推薦基準としての具体的な席次、例えばクラスで何位以内といった制限を大学側から一律に開示していません。一律の基準がないの？じゃあどうやって出願できるか決めるんだよ。豊橋技術科学大学第3年次入学者選抜に関する FAQ によると、推薦基準は各高専側の主体的な判断と責任に委ねられているんです。つまり高専の校長先生や学科の先生たちが、この学生なら豊橋技術科学に推薦するに値すると判断すれば推薦状を出せる仕組みになっています。目安としては多くの高専でおおむね上位 20% 以内や 10% 以内を学内基準にしていることが多いですが、学校や学科のレベルによって柔軟に運用されているのが実態です。なるほど。大学が上から何位以下は仕切りって決めるんじゃなくて、日頃から学生を一番よく見ている高専の先生たちの信頼を基準にしているんだ。それは高専と技科大の強い信頼関係があるからこそできる技だね。その代わり推薦にあたっては志望理由書の提出が必須で、さらに重複受験や合格後の辞退は絶対に認められないという強い入学確約が求められます。つまり受かったら必ず行くという覚悟が必要な選抜方法ですね。なるほど、推薦は信頼と覚悟の勝負か。じゃあ推薦をもらえなかったり他の大学と迷っている人が受ける学力入試一般選抜はどうなっているの？豊橋の学力試験って専門科目がかなりえげつないって聞いたことがあるんだけど。豊橋の学力入試はしっかりとした対策が必要な本格的な試験です。まずスケジュールですが、豊橋技術科学大学の第3年次学生募集要項によると、インターネット出願を用いた春季4月下旬から5月上旬の外試受付に始まり、6月下旬に試験、7月中旬に合格発表を行うスケジュールで毎年運用されています。試験が6月下旬か。高専5年の夏前だからかなり早い段階での勝負になるね。で、気になる試験内容は？試験は専門課程ごとに極めて細分化されています。今画面にスライドを出していますが、代表的な課程の出題範囲を見てみましょう。うわぁ、これ高専の4、5年で習うゴリゴリの専門基礎がそのまんま試験範囲になってるじゃん。機械工学なんていわゆる4力のうちの3つ、流体、熱、材料に加えて加工材料学でしょ。これ生半可な勉強じゃ太刀打ちできないよ。そうなんです。高専の定期試験レベルを超えた本質的な理解が問われます。ちなみに英語力に関しても注意が必要です。出願時に TOEIC 等のスコアを記入することは認められているのですが、実は豊橋技術科学大学の場合、そのスコアによる試験免除や得点換算といったインセンティブ制度は設けられていないんです。そうなの？ TOEIC の点数が良くても入試が免除されたり加点されないの？はい、基本的には当日の筆記試験の点数でガチンコ勝負になります。
ただし参考資料としては見られますので持っておくに越したことはありませんが、英語の当日の試験対策あるいは専門科目の対策に全力を注ぐ必要があります。ここが次からお話しする長岡技術科学大学との最大の選考方法の違いなんです。なるほど、豊橋は専門科目の筆記重視でトイックの免除はないと。じゃあライバルである長岡技術科学大学の推薦入試と学力入試の基本システムはどうなっているの？長岡技術科学大学も推薦と学力の二軸ですが、アプローチが少し異なります。まず推薦入試についてですが、長岡技術科学大学工学部の合格体験記ノートなどによると、やはり高専時代の内申点や1年から4年までの定期試験の席次が最重要な評価対象となります。出願時には志望調書の提出が課され、高専での実績がダイレクトに評価されます。長岡の推薦もやっぱり日頃のコツコツとした努力、定期テストの順位が一番の武器になるんだね。じゃあ学力入試の方は？長岡の学力入試における試験科目は非常にシンプルです。数学、物理、英語、外部試験スコア換算、そして面接の4つで構成されています。あれ？専門科目ないの？数学と物理と英語と面接だけ？そうなんです。ここが驚きですよね。豊橋が機械工学や情報知能といった各専門科目もゴリゴリの筆記試験を課すのに対して、長岡の学力入試は工学の基礎となる数学と物理、そして英語、そして面接で合否を判定するんです。へえ、専門科目ないんだ。それって高専で専門科目がちょっと苦手だった人や違う学科から転科して編入した人にとっては長岡の方が受けやすいかもしれないね。数学と物理を徹底的に仕上げればいいわけだから。その通りです。ただしその分、数学と物理の試験の完成度が極めて高く求められますし、何より英語の評価方法が長岡独自が非常に大きな特徴になっているんです。これを次のトピックで詳しく見ていきましょう。さっき長岡の学力試験の英語は外部試験スコア換算だって言ったけど、これ詳しく教えて。トイックの点数がそのまま合否に直結するってこと？まさにその通り、直結します。長岡技術科学大学の学生募集要項学部3年によると、英語の評価には TOEIC-LR または TOEFL-IBT の外部試験スコアを使用し、なんとそれを200点満点に換算して合否判定の得点に組み入れるんです。200点満点換算。全体のパイ点の中で200点ってめちゃくちゃでかいよね。トイックの点数が低いとそれだけで不合格になっちゃうの？公式な最低基準点、いわゆる足切り点は設定されていません。しかし、長岡技術科学大学の合格体験談、編入合格 .com またはノートに掲載されている受験生たちのリアルな声を分析すると、恐ろしい目安が見えてきます。そのリアルな目安教えて。激しい競争を勝ち抜くためには最低でも400点程度、そして有利に受験を進めるためには600点以上のスコア取得が実質的なボーダーライン、あるいは安全圏の目安とされています。トイック600点か。高専生にとって600点って結構な壁だよ。普段英語をあまり熱心に勉強しない高専生も多いし。そうなんですよね。理系科目は得意だけど英語はという高専生が多い中で、あらかじめ TOEIC で600点以上、できれば700点近くを持っていれば、長岡の一般入試では数学と物理の試験を受ける前から英語の200点満点のうちのかなりの高得点をキープできているという圧倒的に有利な状態でスタートできるんです。なるほど。いわばチートツールを持った状態で本番の試験に行けるわけか。これは長岡を学力で受けるなら、高専4年のうちから必死にトイックを解きまくってスコアを確保しておくのが最強の戦略になるね。その通りです。長岡を志望するなら早くから TOEIC のスコアメイクを始める。これが合否を分ける決定的な分岐点になります。長岡を受験するなら TOEIC を早期に確保すると。他に入試スケジュールに関して長岡ならではの注意点とか戦略的な罠ってあるの？あります。実は長岡技術科学大学の募集要項や入試日程の案内を見ると、編入試験の募集を複数回、最大3回に分けて実施する仕組みになっているんです。へえ、チャンスが3回もあるんだ。それは親切だね。1回落ちても2回目3回目でリベンジできるってことでしょ。一見そう見えますよね。でもここに戦略の罠があるんです。公式フォームページなどにも注意書きがありますが、実は第3回募集、1月出願、2月試験については、前段階、第1回、第2回までの志願状況や合格者数によって実施されない可能性があるとされているんです。やらないかもしれないの？そんなのスリルありすぎて、第3回を本命にするなんて怖くてできないじゃん。そうなんです。実際第3回は実施されないか、実施されても極めて数人の枠になることが多く、受験生にとっては第1回、だいたい6月から7月頃試験、または第2回の秋頃での出願、合格が基本中の基本戦略になります。なるほどね。3回あるからのんびり不要に受ければいいやなんて思ってたら、募集すらされずに受験機会を失うリスクがあるんだ。やっぱりチャンスは早いうちにつかみに行かないとダメなんだね。その通りです。
ちなみに社会人入試に関しても同様で、第1回を5月中旬出願、7月試験という早いスケジュールで開始しています。長岡を狙うなら、とにかく早期出願、早期対策が絶対原則です。チャンスが多いように見えて、本質は早期決戦なんですよ。よし、両大学の推薦学力の仕組みは頭に叩き込んだ。ここからはいよいよ今回一番の注目ポイント、実際の合格率や倍率のリアルなデータを暴いていこう。まずは豊橋技術科学大学の最新、令和8年度、令和6年度に実施された選抜のデータを詳しく見ていきたい。はい。それでは、豊橋技術科学大学が公表している令和8年度第3年次入学者選抜状況総評から各課程ごとの募集人数、志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の具体的な数値を見てみましょう。かなりリアルな実態が見えてきますよ。スライドの表をご覧ください。うわ、これはすごいデータだ。家庭ごとに細かく分かれてるね。ちょっと一つずつ美咲ちゃん解説してくれる？はい。まず機械工学課程です。ちょっと待って。機械工学の推薦志願者が80名で合格者が74名ってことは、落ちたのはわずか6人。推薦の合格率めちゃくちゃ高いじゃん。そうですね。学内選考を勝ち抜いて推薦をもらえれば、豊橋の機械工学課程はほぼ確実に合格できると言えます。一方で学力の方は志願者が97名もいるのに受験したのが71名に減っています。そして合格者は48名ですが、実際に入学した人は26名と合格者の約半分しか入学していません。あれ？なんで合格したのに半分以上の人が入学を辞退したの？推薦は辞退できないはずだけど学力は辞退できるんだよね。その通りです。ここにこの後詳しく解説する併願構造の秘密が隠されているのですが、学力の合格者の多くが他の難関国立大学、宮廷大灘に合格してそちらに抜けていったと考えられます。なるほどね。合格しても本命の宮廷大に受かったからそっちに行っちゃったわけか。だから入学者がガクッと減るんだ。次に電気電子情報工学課程です。ここも近いと似た傾向だね。やっぱり推薦の強さが際立っている。でもこれ推薦で募集人数40名を大幅に超えて72名も合格者を出しているのはなぜ？鋭い質問ですね。実は豊橋技術科学大学では推薦入試と学力入試の枠が必ずしも厳密に固定されているわけではなく、全体の状況や他課程からのスライド合格も含めて柔軟に合格者を出す仕組みになっているんです。また学力入試での辞退者、他大学への流出が毎年一定数出ることをあらかじめ織り込んで全体の合格者数をコントロールしているんですね。なるほど。最初からどうせ学力で受かったやつの半分は宮廷大に行っちゃうから、その分あらかじめ推薦で多めに合格させておこうとか、そういう戦略的な調整が入っているわけだ。大学運営のリアルな裏側が見えて面白いね。豊橋の機械と電気電子のデータを見たけど、他の家庭はどうなの？特に最近一番人気の情報系はやばいことになってるんじゃない？そうなんです。今の時代どこの大学でも情報系は大人気ですが、豊橋でも情報知能工学課程はまさに最激戦区となっています。データを見てみましょう。うわー、学力入試の志願者数が126名、他の家庭に比べて圧倒的に多いね。受験者数が88名で合格したのが45名。これ実質倍率を計算するとどれくらいになるの？受験者88名に対して合格者45名ですから、学力入試の実質倍率は約 1.96 倍です。約2人に1人しか受からない計算になり、これは両技科大の試験の中でも極めて高い実質倍率です。やっぱり情報は狭きもんだな。生半可な気持ちで情報知能工学の学力を受けると半分以上が不合格になる。さらにその他の区分でも志願者が21名もいて合格はたったの6名。留学生や社会人枠すら激戦なんだね。そうですね。ちなみに全体の合計データも見てみましょう。へえ、全体で 2.5 倍近いって編入試験としては結構高い方だよね。かなり高いです。過去の推移を見ると、豊橋技術科学大学の総志願者数は令和3年度実施選抜で495名、令和2年度実施選抜で508名でした。本当に ?4、5年前は500名程度だったのが、令和8年度は884名、ほぼ 1.7 倍以上に大激増しているじゃん。これ、なんでこんなに豊橋の人気が急上昇しているの？いくつかの要因が考えられます。一つは SNS やネット、それこそ高専未来 .com のような高専生向けの特化サイトなどの普及によって、技科大のコスパの良さや就職実績の凄さが受験生や保護者の間に一気に広まったこと。もう一つは不況や産業構造の変化の中で、やはり技術を確実に身につけて大手企業に推薦で入れる理系大学としての安定志向が高まったことです。高専生の技科大志向の強まりは、今や一時的なトレンドではなく確固たる流れになっていますね。豊橋の激増トレンドはすごいね。
じゃあもう一方の長岡技術科学大学の受験データはどうなっているの？豊橋と同じように全ての課程で志願者が殺到して倍率が跳ね上がっているのかな？長岡技術科学大学の全体的な倍率をやはりおおむね 2,3 倍の間を推移していて、人気が高いことに変わりはありません。ただ、長岡の最大の特徴は、専門分野、課程による難易度、倍率の乖離が非常に大きいという点にあります。どういうこと？人気の課程とそうじゃない課程で差が激しいってこと？そうなんです。まず、最も穴場とされているのが、情報経営システム工学課程です。情報が入っているのに穴場なの？普通情報系って豊橋みたいに一番人気になるんじゃないの？そこが面白い構造なんです。この課程は情報経営システムという名前の通り、純粋な情報工学だけでなく、経営科学やシステム工学なども複合的に学ぶ、ちょっと分離流合的なカラーがあるんです。そのため、高専の純粋な情報学科の学生からは敬遠されたり、他の情報専門課程に流れたりする傾向があります。その結果、直近の受験倍率は約 1.2 倍程度と比較的低く推移しているんです。1.2 倍。それほぼ全員合格に近いじゃん。めちゃくちゃ穴場だね。はい。長岡の合格体験記、ノートなどでも、情報経営システム工学は過去に実質倍率 1.41 倍、志願者41名に対して合格者22名などと推移していた実績もあり、戦略的な出願先として非常に適していると指摘されています。なるほど。情報系の学びもしたいけれど、倍率が高すぎて豊橋や他の情報系は自信がないという人にとって、長岡の情報経営システムはものすごくスマートな選択肢になるね。一方、電気電子、情報工学、機械工学といった王道分野は例年 1.8 倍程度の安定した競争率を維持しています。また、推薦入試、物質生物工学分野などにおいては、学内選考を通過した志願者の大部分が合格する傾向にありますが、学力入試においては、特定の専門分野で受験倍率が 4.1 倍、志願者41名に対して合格者がごく少数2級とするような事例も報告されています。4.1 倍はえぐい。長岡だからといって油断していると、特定の都市、特定の家庭で受験生が集中して大爆死する可能性があるんだね。この難易度の非対称性は受験生にとって死活問題だな。さっき豊橋の学力試験のデータで合格者数に対して入学者数が半分くらいに減っている話があったよね。合格したのに辞退する人が多いという謎。これさっき言ってた宮廷大との併願構造が原因なんだよね。もっと詳しくそのメカニズムを解説して。はい、これこそが技科大入試の見えざる難易度を構成している最大の要因です。高専生の進学ルートにおいて最高峰に位置するのは東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学、東京工業大学などの旧帝国大学、最難関国立大学です。そうだね。高専で学年1位とか2位のいわゆる神童みたいな超エリートたちが目指す雲の上の存在だ。彼らはもちろん最難関大学を本命としますが、高専の編入試験は大学ごとに試験日程がバラバラなため、複数校を併願することが可能なんです。そこで彼らが絶対に浪人はできないから確実に合格できる滑り止め、キープ先として選ぶのが試験日程が比較的早い段階にあり、かつ教育レベルが極めて高いこの豊橋技術科学大学や長岡技術科学大学の学力試験一般選抜なんです。ふわー、つまり宮廷大を本気で狙っている全国のトップランナーたちが豊橋や長岡の一般入試にこぞって参戦してくるってことか。その通りです。彼らは数学も物理も、そして専門科目も圧倒的な学力を持っています。そのため、普通に受験すると合格者リストの上位はこれら宮廷大併願組で埋め尽くされてしまうんです。その結果、合格ライン、合格最低点が非常に高く押し上げられます。なるほど。だから名目上の倍率が 1.8 倍とか2倍に見えても、その受験者の中身は東大や阪大を狙う化け物たちが混ざっているから、実質的な合格難易度は数字の何倍も高くなるんだね。そうなんです。そして彼らは夏から秋にかけて本命の宮廷大次々に合格していくため、豊橋や長岡の合格を辞退します。その結果としてさっき見た機械工学課程の学力入試で合格者48名に対して入学者26名というような大規模な流出が発生するんです。そういうことか。
合格しても辞退されるから大学側はあらかじめ多めに合格者を出しておく。でも当日の試験で合格をもぎ取るためにはその宮廷ダリレベルの連中と競り合って合格点以上を取らなきゃいけないという過酷なゲームなんだね。これを知らずに倍率2倍だから楽勝じゃんと思って受けると確実に奈落の底に落とされるぞ。まさに見えざる壁ですね。学力試験で受ける人はライバルは一般の受験生ではなく宮廷大を目指すトップ層であるという意識を持って高い目標で勉強する必要があります。併願構造の謎は完全に解けた。もう一つサマリーの時に気になったのが建築系の一極集中問題なんだけど、長岡に建築がなくて豊橋にあることでどんなドラマが生まれているの？これもまた両義課題の比較において外せない学科設置の不均衡による非対称性というドラマです。長岡技術科学大学の学生募集要項を見ても、純粋な建築学科や意匠構造を専門とする課程は設置されていません。環境社会基盤工学課程で一部カバーはしていますが、建築意匠や都市計画といったコテコテの建築系を学びたい高専生にとっては、ちょっと物足りないんです。高専って全国に建築学科がある学校が結構たくさんあるよね。彼らの受け皿はどこになるの？そうなんです。全国に点在する建築学科に所属する高専生たちは、編入先を探したときに、技術科学大学という最高峰の選択肢の中で、おのずと豊橋技術科学大学の建築都市システム学課程に志望を一極集中させることになるんです。うわー、逃げ道がないから全国の建築系高専生がみんな豊橋に集まっちゃうんだ。その実態がデータにも如実に現れています。合格体験記やブログ、盆栽たぬきの物理などによる分析によると、建築環境系学科における合格率を両大学で比較したとき、驚くべき差が出ています。長岡技術科学大学、環境社会基盤などでの合格率が 74% を記録しているのに対し、豊橋技術科学大学、建築都市システム学課程では、なんと 58% まで落ち込んでいるんです。58%？ 合格率が約 15% 以上も低いじゃん。豊橋の建築都市システム学、どれだけ厳しい専攻なんだ。豊橋の建築都市システム学課程は、推薦入試でも募集25名に対して志願者が58名も集まり、学力入試でも募集25名に対して志願者75名、受験者59名、そして合格したのがわずか26名、入学者は15名となっています。これは他の課程と比べても圧倒的に厳しい基準です。ひえー、建築系高専生にとって豊橋技科大への編入はまさに狭き門の中の狭き門なんだね。長岡に建築がないというたった一つの理由がこれほどの非対称性を生み出しているなんて、まさに制度設計の妙というか、受験生にとっては過酷な現実だ。そうなんです。建築系の学生はこの現実をしっかりと見据えた上で、他の一般4年生大学の建築学科への併願や高専の専攻科への進学、あるいは推薦入試を勝ち取るための学内席次のキープなど、より多角的な戦略を立てる必要がありますね。さて、厳しい受験の話はここまでにして、ここからは見事技科大に合格した後の世界について語っていこう。さっきから言っている高専接続型カリキュラムや学部修士一貫教育って具体的にどんな講義や研究生活になるの？はい。これこそが両技術科学大学の真骨頂であり、入った学生たちが本当に入ってよかったと大絶賛する理由なんです。まず、講義の前提が全く違います。一般の大学だと3年生の講義はその大学の1、2年生が受けてきた講義をベースに進みますが、技科大では受講生全員が高専レベルの高度な専門知識をすでに有していることを前提に、最初からギア全開で進められます。おー、これは高専の時にやったよね。じゃあさらにその先の発展系をやるよみたいな。まさにその通りです。だから一般大編入でありがちな授業のレベルが簡単すぎて退屈とか、逆に前提知識が抜けていてついていけないといった乖離が一切ありません。そして両大学が共通して掲げている究極の教育方針が学部修士一貫教育です。学部修士一貫、つまり3年4年の学部2年間だけじゃなくて、そのまま大学院修士課程の2年間までセットで
合計4年間の教育プログラムとしてパッケージ化されているんだね。はい、実際豊橋技術科学大学の大学案内2727などのデータを見ても、学部卒業生の約8割がそのまま大学院、博士前期、修士課程へと内部進学する構造が確立されています。8割が進学するって普通の大学からしたら異常に高い進学率だよね。でも高専の5年間でものづくりの基礎を叩き込まれた僕たちにとって、さらに科学的なアプローチや最先端の設備を使った研究力を身につけるには、この大学院の2年間を加えた合計4年間が一番美味しい部分というか、実力を開花させる期間なんだろうね。素晴らしい分析です、健二さん。高専の5年間、15歳から20歳で培った最強の実践力、技術力という土台の上に、技科大の4年間、20歳から24歳で最先端の学術、理論、精度向上用の最新知識、そしてグローバルな研究力を上乗せする。この 5+4=9 年間のシームレスな技術者育成サイクルこそが、日本のものづくりを支える最強の頭脳を育てるエンジンになっているんです。さあ、そして技科大のアイデンティティといえば、やっぱりこれだよね。実務訓練。要するに超本格的な長期インターンシップのことだけど、豊橋と長岡でこの実務訓練の中身が全く違うって聞いたんだけど、どう違うの？そうなんです。実務訓練は両大学の必須単位であり最大の特徴ですが、その設計思想には驚くほど明確な違いがあります。今画面にスライドの比較表を出していますので、これを見ながら詳しく解説しますね。お、スライドが出たね。比較項目は対象者、習得単位数、期間、実施時期、特徴か。みさきちゃん、一つずつ対比して教えて。はい、まずは豊橋技術科学大学の実務訓練です。対象者、学部4年時の学生全員必修です。習得単位数6単位、期間34日間、約2ヶ月弱、実施時期4年時の第4学期後半、例として2027年1月5日から2月25日など。特徴、豊橋技術科学大学の実務訓練実施要領によると、全員が学部を卒業する直前の約2ヶ月間、集中的に企業へ派遣されます。短期間ながら学部での学びの総まとめとして社会実装能力を担保するためのカリキュラムです。全員必修で2ヶ月間か。卒論が終わったあるいは大詰めの1月から2月に行くんだね。これ全員が行くっていうのが豊橋の誰一人取りこぼさずに社会に通用する技術者にするっていう強い意志を感じるな。一方、長岡技術科学大学の実務訓練はさらにスケールが大きいです。対象者、学部4年時のうち大学院修士課程進学予定者必修です。習得単位数8単位、期間、なんと約4から5ヶ月間の超長期、実施時期、4年時の第2第3学期、例として2026年10月5日から2027年2月5日など。特徴、長岡技術科学大学の実務訓練実施状況や広報誌 VOS によると、修士進学予定の学生が約半年近くにわたって国内外の企業や研究機関に派遣されます。5ヶ月間？それもう普通の社員じゃん。派遣先の企業でがっつりプロジェクトの一員として働くレベルの長さだよね。まさにそうなんです。長岡はこの超長期の派遣を通じて、単なるインターン見学ではなく、現場での実課題の解決に取り組ませます。そしてそこで生じた課題や解決できなかった技術問題を大学院進学後に自分の修士論文のテーマとして持ち帰り、さらに研究を深めるという理想的な産学連携サイクルを実現しているんです。すげえ。インターン先での課題がそのまま大学院の研究テーマになるのか。これは研究に直結しているし、企業側にとっても大学の優秀な頭脳が自社のリアルな課題を2年間かけて研究してくれるわけだから、お互いにウィンウィンすぎるシステムだね。さらに長岡はこの実務訓練において国際的な研究技術者の創出にも非常に力を入れていて、海外の提携機関や大学、グローバル企業へ学生を積極的に送り出しています。例えば、令和7年度の実績では40の海外機関へ61名もの学生を派遣しているんですよ。海外の企業に5ヶ月間も派遣される高専生がいるのか。それは人生変わるレベルの体験だな。
こうした挑戦を支えるインフラとして、遠方からの学生のために最大2年間滞在可能な男子寮などが整備されているのも長岡の大きなサポート体制だね。そうなんです。期間が短い分、学部を確実に卒業させて、全員の社会実装力を保障する豊橋。長長期で海外や企業と深くつながり、大学院の研究へ昇華させる長岡。自分の目指すキャリアや研究スタイルに合わせて、この実務訓練の性質で大学を選ぶのも極めて賢い選択だと思います。実務訓練の違い、めちゃくちゃ面白かった。さあ、いよいよ最後のパートです。これほど素晴らしい教育を受けた技科大生たち、卒業後の就職や進路はぶっちゃけどれくらい強いの？そして僕たちが進路を決める上での総まとめのアドバイスをお願いします。はい。出口指標である就職状況と進路についてですが、結論から言うと、両技術科学大学の産業界からの評価は、日本のすべての理工系大学の中でもトップクラス、実質的に無双状態と言っていいレベルです。無双？就職率がめちゃくちゃ高いの？学部・大学院を含めた就職率は、ほぼ毎年 100% 近くで推移しています。さらにその中身がすごいんです。よく一般的な地方の公立短期大学や小規模な地域系大学、専門学校だと、大学改革支援学位授与機構 NIAD の現況分析結果などでも指摘されている通り、卒業生の主な就職先が地元自治体や卸小売業、ローカルなサービス業に集中しがちです。まあ、地域密着型だとそうなるよね。しかし、両技術科学大学の卒業生の進路は、全国規模の大手製造業、インフラ企業、先端 IT サービス企業、そして国家公務員や主要自治体の公務員など、重厚長大かつ日本の産業をリードする成長分野の企業に広く深く根を張っています。長岡都立科学大学の就職先データ、オーブン社のパスナビなどを見ても、主な就職業種は製造業がトップで、東日本高速道路、中日本ハイエーエンジニアリング東京、日本製機、藤田といった名だたる超一流企業やインフラ企業がずらりと並んでいます。うわー、すごい。これ求人倍率とかってどれくらいあれんも？なんと、長岡技術科学大学のデータによると、求人倍率が50倍に上ることもあるほど、産業界からの人材需要が旺盛なんです。一人の学生に対して50社以上の大企業がうちに来てくれと手を挙げている状態ですね。さらに、さっき説明した通り、修士課程への進学率が 80% 以上。長岡に至っては、その中の 10% が博士後期課程に進学しています。この実績こそが、高専で培った技術力に、技科大の科学的アプローチを乗せた人材が、いかに社会に渇望されているかの客観的な証明なんです。いやー、もうグーの音も出ないほどの実績だね。高先生が自信を持って次のステージに進むためのまさに最強の教育インフラだ。美咲ちゃん、最後にこれから進路を決める視聴者様に向けて意思決定のポイントを3つにまとめてくれる？はい。今回の詳細調査分析から導き出された進学への意思決定の要点は次の3つです。1、学力試験の見えざる難易度を甘く見ないこと。宮廷大 A 願組が多数参戦してくるため、基礎学力の練成は不可欠です。特に長岡を学力で受ける場合は、配点の大きいトイックのスコアを早期に確保、できれば600点、有利に進めるなら700点近く押しておくことが最大の戦略になります。2、専門分野による戦略的な志望校選定をすること。特に建築系を専門とする高専生の場合、長岡に建築系がないため、豊橋の建築都市システム学課程に人気が一極集中し、合格率が 58% まで低下しています。この不均衡を理解し、自分の成績に合わせた推薦枠や選考科枠を賢く活用しましょう。3、実務訓練の将来像で決めること。全員で2ヶ月間の短期集中で社会的応力を磨き、速やかに修士課程や社会に進みたいなら豊橋。5ヶ月に及ぶ超長期で海外派遣やリアルな企業プロジェクトを経験し、それをそのまま大学院での研究テーマにつなげたいなら長岡が最適です。これらを意識して、ぜひ皆様の素晴らしい技術者人生の第一歩を、豊橋長岡という最高の環境で踏み出してください。美咲ちゃん、素晴らしいまとめをありがとう。本当に高先生の可能性を無限に広げてくれる素晴らしい選択肢であることが分かりました。はい。
この動画が進路に悩む多くの視聴者様の参考になれば幸いです。それでは長らくのお付き合い本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。